こんにちは、ちぼです。今回はちぼが選ぶベスト貧乏宿セレクション4選のご紹介です。私は旅好き OL のちぼと申します。普段は海外旅行の Vlog をメインに上げてるんですけど、国内旅行も大好きで47都道府県中36都道府県旅をしました。今回は以前からすごい自分的に喋りたかった内容ではあるんですけど、一人旅だと自分の基準でこれにはお金をかける、これにはお金をかけないということが決められるので、思いっきり削り落とすことができるっていうのが一人旅の気楽さかなと思います。私は観光がメインなので、ぶっちゃけ一人旅の時は宿泊費とかは全然お金かけなくていいなって思う派です。今まで国内一人旅のスタイルは移動時間と宿泊費を削るためにも夜行バスを使ったりして寝てる間に移動して宿代も浮かすっていう、なるべく移動と宿泊費にはお金をかけないというスタイルで一人旅していました。それでは格安のおすすめの宿4つ紹介していきます。スタート。まずはドライブインです。山口県は山口市にある長沢ガーデンさん、めっちゃおすすめです。こちらは宿泊と温泉も兼ね備えたドライブイン的な感じで、立ち寄って食事だったり休憩だったり宿泊もできるっていう施設になっています。で、お値段もすごいやっぱ格安で、私が泊まった時素泊まりで個室で4000円でした。はい、今ちょっともしかしたら値段とか変わってしまってるかもしれないんですけど、でも安かったです。温泉も入れて、食事もレストランもね併設されていて、で湖畔にあるんですよ。その湖畔にあるっていうロケーションもいいし、何よりドライブインに泊まるという高揚感、私的にはすごくお得でした。でまたね、館内はとてもレトロなんですよ。もう昭和の時に創業したドライブインになるので、そのままの昭和の雰囲気というのが残っているような感じで、ちょっとレトロなものが好きとか昭和好きな方っていうのはわざわざそこに泊まりに行きたくなるようなぐらい、施設の中としてもちょっとねレトロな雰囲気でとっても良かったです。でね、これは完全にもう私の性癖にぶっ刺さった話になるんですけど、部屋のね和室なんですけど、和室の部屋になんか引き出しがあったんですよ。多分テレビ台かな、テレビ台の引き出しだったんですけど、その中で引き出しをこう開けたらバラの麻雀牌と未使用の割り箸が出てきて、もうなんか個人的になんかすっごいツボを刺激されたというか、開けた瞬間に麻雀牌と割り箸が出てくる未使用のね、なんかドラマを感じてしまって、なんかここからすごいいろいろ想像したいし、この想像だけで私多分2時間ぐらい楽しめるんじゃないかなっていうぐらいに完全にもうドツボにはまりまして、胸キュンいたしましたなんて言うんだろうな、なんかこれはもうほんと完全に性癖だからうまくなんか説明はできないんですけど、もうなんか開けた瞬間にこれもう完全に私のこと落としに来てるじゃんみたいな、口説きに来たなぐらいの感じのね、なんか勝手な拡大解釈ではあるんですけれども、なんかすごいぶっ刺さりまして、開けた瞬間にバラの麻雀牌と未使用の割り箸コンビニの出てくるっていう、ちょっとねそれが個人的にすごい激アツでしたね。ぐさぐさ刺さりましたね、性癖に。皆さんにはあんまりピンとこない話で申し訳ないんですけど、そんなエピソードがありました。あとね、何よりもうどんの自販機があります。これねレトロ好きな方、私結構そういうの好きなんで知ってるんですけど、うどんの自販機があるんですよ。これほんとレトロが好きな方は知ってると思うんですけど、でもこれはもう本当に古いものなんで、あったらもうテンション上がるっていうやつなんですけど、実際私もそこでね食べました。確かいろいろなんかそういう自販機、レトロな自販機があるので、そういうのを目的に行くっていう方もねいらっしゃるんじゃないかというぐらい、かなり激アツなスポットとなっています。ただ安く泊まるというだけではなくて、そういった昭和の雰囲気を味わうという大きな付加価値があるかなと思います。今では超貴重な昭和体験ができるので、ぜひ試していただきたいなと思います。以上がドライブインの長沢ガーデンさんでした。続いてはカプセルホテルですね。これはもう格安ホテルの代表例だと思います。私は熊本と広島、その旅行の時は全てのホテルをカプセルホテルで取りましたね。っていうぐらい宿代めっちゃ削減しました。熊本はねホテルカーナ A ってとこだったかな、熊本市の中心エリアだったと思います。で広島は終電の新幹線で広島駅まで行って、なんか広島のお宿っていうとこ取りましたね。多分駅前とかの超近いところでなんか安いところだったんだと思うんですけど、一昔前のカプセルホテルのイメージと違って、最近は割とちょっとこうおしゃれな雰囲気とかになってきてると思うので、ちょっと一昔前のイメージとはまたカプセルホテルっていうのも変わってるかなと思います。
共有スペースとかもあったりして、熊本のそのカーナ A っていうカプセルホテルに泊まった時は、たまたまその同じく一人旅で来てた登山とかで来てた方と仲良くなって、じゃあ明日一緒にご飯食べに行こうってなって、翌日本当は私帰る予定だったんですけど、次僕は宮崎に行くんですって言われて、私も行きたいって言って一緒についてったっていうぐらい、いろいろやっぱりそういう共有スペースとかそういうところで他の周りの旅先の人との情報交換だったり、仲良くなったり、一緒にご飯食べに行ったりとか、つながりっていうのが広がるっていうのも楽しいところかなと思います。ここら辺のね詳しい話はなんか旅先で出会った出会い動画っていうのがあるんで、海外の人だったり現地の人だったり同じく旅人の人とね、こういう出会いいいよねっていう話してるんで、よかったらね見ていただけると。カプセルホテルの特徴としては、宿泊費抑えたいんだけどドミトリーは苦手っていう方とかにはいいのかなと思います。私もまさにそうなんですけど、ドミトリーやっぱあまり好みではなくて、私やっぱねプライベートな空間を欲しいタイプなんですよ。人見知りっていうのもあるんですけど、共有スペースで旅先の人となんかこう交流したりするのはいいんですけど、寝る時とかなんか一人になりたい時っていうのは空間が欲しいタイプなんですよ。あと個室になってる部分とかもあったりして、私カーナ A さんはカプセルホテルの中でもなんか個室のエリアを選んで、個室といってもなんか、天井は開いてるんで完全密室とかではないんですけど、ベッドとテーブルスペースがあってきちっとドアで開け閉めできるみたいな、宿代は浮かせたい、でもドミトリーほどなんか自分のプライベート空間がないのはちょっとなっていう方とかはカプセルホテルとかいいかなって思います。以上カプセルホテルでした。続いては健康ランドです。こちらはですね、青森県は青森市にある青森健康ランドさんです。これはね、仕事終わりに新幹線でそのまま直行したんで、新青森駅から徒歩10分ぐらいっていう場所にあるところです。ここも安くて、なんかね、入館料がフリーで館内着付きなんですよ。ちゃんとなんか可愛いワンピース、花柄のワンピースでがなんか1300円ぐらいで、プラス普通にそれだけで入ってなんかこう休憩スペースとかで休むっていうこともできるんですけど、個室っていうのがやっぱりあって、個室のこう泊まれるベッドとかがあるスペースがあって、そこがプライベートシングルが1600円。これはもう要予約制で事前予約なんですけど、予約してだから3000円でお釣り来るような感じで、お風呂をゆっくり広々入れて宿泊できるっていうものになります。健康ランドなんでね、もうお風呂は広々としてて露天風呂もあるし、で私ちょうどタイミングよく終電の新幹線に乗って到着したんで、人がもう少なくて結構貸し切り状態でお風呂とかも入れたのがめちゃくちゃ良かったです。本当に超格安にしようと思ったら1300円でフリーで入って、そのまま朝まで休憩スペースとかの共有の休憩スペースで雑魚寝するとかできると思うんですけど、プライベート空間が欲しいと思う人はそういうプライベートシングルっていう個室を1600円払えばそれで宿泊できますので、プライベート空間も保てます。でね、こちらもやっぱり館内がすごいレトロな感じでいい雰囲気でしたね。なんか昭和な雰囲気を感じて、でしかも静かだったので快適に寝れましたし、長沢ガーデンさん同様なんですけど、レトロ好きの方はちょっともうわざわざここに泊まりに行きたいみたいな昭和レトロな施設を味わうっていう意味でもいいかなって思います。もちろん宿泊じゃなくてもね、お風呂入りたいなとかで立ち寄るっていうこともできるかと思うので便利だなって思います。個人的にはレトロな雰囲気がすごい好きで、青森にまた行くときはこちらをまた利用したいなって思いました。以上、青森健康ランドさんでした。続いてはネットカフェですね。もう宿じゃなくなりました。はい、こういうのを混ぜていきますが、これね、なんか石川県を一人旅した時に使いました。なんかこうネットカフェとかカラオケとかってこうなんかサラリーマンの人がこう飲み会で終電逃しちゃった時に使うやつっていうイメージだと思うんですけど、それをそのまま旅行でやっちゃえっていうパターンのやつですね。はい、旅行でやっちゃいました。なんか石川県旅行した時は全然安い宿なかったんですよ。本当になくて、みんな1万円以上とかの宿しかなかったの。一人旅で1万円もするホテル泊まりたくないなとか思って、どうする？もうじゃあなんかカラオケとかネカフェでいっかみたいな感じでリストアップしといて利用するっていう感じで泊まりましたね、1泊だけ。でもなんか一人旅の本当にいいところだなって思うのは、こういう極端なことも一人だったら私さえ良ければいいやっていうのでできちゃうっていうのが気楽でいいなって思いますね。でそこがなんか私の個人的に一人旅のロマンだなって思います。これがなんか誰かとだったらなんかさすがにネカフェとかは行かないかなって思うんで、同じノリのやつとかだったらなんかネカフェでよくねみたいな感じでいけるかもしれないんですけど、ちゃんとなんか取りましょうよホテルをってなると思うんですけど、一人だったら、最悪ね、こういうの別に1泊ぐらいネカフェでいっかとかカラオケでいっかとかできちゃうのが一人旅の本当に気楽でいいとこだなって思います。以上、もう宿ではないですがネカフェでございました。
でこっからはですね、もうおすすめとかじゃなくて、なんか番外編でただ私が喋りたいだけなんですけど、まあ2個ですね。でうちの1個は普通に経験したやつで、もう1個は憧れのやつなんですけど、1個経験したやつで言うとですね、野宿ですね。はい、野宿でございます。これはもうおすすめとかではないんですけど、私が実際に経験した野宿ですね。っていうのもこれ10年ぐらい前かな、10年ぐらい前になるんですけど、野宿家っていう方がいて、なんか日本をね、なんか野宿でこう縦断した人いるんですよ。でなんかもうその人を知った時にかっこいいと思って、野宿かっこいいってなっちゃって、なんか私それですっごいその人に憧れちゃったんですよ。で本当にその人に会いに行ったんですよね。でそしたらそれであれば今度ちょうど野宿会開くんでもしよかったらいらっしゃいますかって言われて、何それ野宿会って何って思ったんですけど、なんかそういうやっぱなんか野宿のコミュニティみたいのがあるらしくて、なんかどっかでなんか定期的になんか野宿会っていうのを開いて野宿するみたいな、なんかコミュニティができてるらしくて、それもそれですげえなって思ったんですけど、でじゃあぜひ参加させてくださいって言って、で実際にね、私その野宿会に参加して北区の公園で野宿しましたね。東京都は北区の公園で野宿をいたしましたね。あれめっちゃ楽しかったな。なんかスーパーとか行ってみんなでなんか買い込んで、でなんかお酒とかなんか食べ物とかつまみとか買い込んで、みんなでなんか公園でわーとかやってた、花見だとかで、ちょっと春の時期だったんで、それが終わったらみんながそれぞれちりぢりになんかシュラフとか寝袋とかを広げ始めて、みんなそこで野宿するっていう、寝るっていう、で朝起きると朝の公園で目覚めるっていう野宿をしました。おすすめではないですけどね。ただこれすごい楽しかったです。めちゃくちゃ楽しくて、やっぱなんかディープな人が集まってくるのが面白かったですね。世界を旅してる方、女性の方とかも一人旅でいらっしゃって、でその時は私も一人旅自体もそんなにしてなかったし、海外旅行なんて行ったことがないみたいな時だったんで、一番最初に行った国がアフガニスタンでしたみたいな女性の方とかもいて、すげえと思って。やっぱその人が言ってたのは、なんかニュースとかだとアフガニスタンっていつも怖い国、危ない国っていう風に報道されてるけど、実際本当にそうなのかそうじゃないんじゃないか、じゃあ行ってしまいっていうのでアフガニスタンに行きましたって言ってる方のお話を聞いたりとか、で言葉とかも全然わかんないから、行ったらまずマーケットとかに行って、とにかくそのマーケットのおばちゃんたちとかと喋って、そこで言葉を覚えるようにしてるとか、なんかそういういろんな旅にまつわるエピソードを教えてもらったりとか、野宿のやり方を教えてもらったりとか、すごいいい経験になりましたね。その1回きりなんですけど、野宿をしたというのは、でもすごいいい経験になったし、面白かったですね。でやっぱなんかそこら辺の出会いが結構今の自分を作ってる、結構そこら辺が結構自分の中の人生の転換期になったなって思ってる部分ではあるので、あの時野宿して今の私があります。以上、番外編1個の野宿でございます。でもう1個ですね、2つ目はこっちはやったことないんですけど憧れなんですよ。憧れが道の駅でキャンプ、これも要するに野宿ですね、ある意味。なんかこれは岩手に一人旅した時にちょうどチャリダーの男の子に会ったんですよ。でその時にその男の子が、僕はチャリで旅をしていて関東の家の方に戻るんですけどみたいな、その間宿泊っていうのはテントを持ってきてるんで、道の駅でテント張ってキャンプしてますみたいな言ってて、めっちゃええやんそれって思ったんですけど、私自転車乗れなくて自転車乗れないからちょっとなんか難しいなみたいな、なんかそういうのもいいなと思って、自転車に乗って旅するってチャリダーの方かっこいいなって、自分が自転車乗れないから憧れちゃうってなるんですけど、道の駅のキャンプちょっとやってみたいなって思うものでございます。以上、憧れこの番外編2つは道の駅のキャンプでした。以上がチーボーが選ぶ貧乏宿ベストセレクション4選でした。今回はあまり旅の参考になるとかというよりは、どちらかというと私がこういうスタイルで旅をやってますとか、こういうスタイルが好きですっていうのが伝わったらいいなということで撮ってみました。ラグジュアリーなホテルで過ごすのが好きっていう方もね、あとは同じようにこういうちょっと格安宿で泊まるのが好きだっていう方もね、いろいろいらっしゃると思うんですけど、楽しんで聞いていただければなと思います。普段は海外旅行の旅 Vlog だったり、パッキング、購入品紹介、スリやロスバゲ対策など旅にまつわるコンテンツを発信していますので、ぜひよろしければ遊びに来てください。今回の動画が面白いと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムもやってますのでチェックお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。